ここはガタピシ横丁。まっすぐ進んだはずの道がなぜかほんの少しだけ曲がって見える。そんな不思議な通りだ。その日わしは一つの古びた建物の前で足を止めた。今日はボーリング場の話をしよう。屋根の上には大きなボーリングピンのオブジェがポツンと立っていた。色は少し剥げていて、長い時間ここで誰かを見守ってきたみたいだった。入り口の看板の明かりだけがぼんやりとついている。わしは静かに扉を押した。古い木の床、長くまっすぐ伸びるレーン、そして奥に並ぶ10本のピン。しんとした静けさがレーンの奥まで静かに満ちていた。机の上には一枚のスコア用紙と短くなった鉛筆がそっと並んでいた。名前を書く欄は空のままだった。まるで最初から誰かを待っていたみたいに。わしはレーンの前に立った。古いボールは少し重く、表面には細かな傷が残っていた。まるで何度も転がされてきた時間そのものみたいだった。奥のピンは静かに並んでいる。揺れもせず、ただまっすぐに。手にしたボールを静かにレーンへ転がす。ゴロゴロと低くゆっくりとした音が響いていく。感触は悪くなかった。少し遅れて重たい音がレーンの奥に広がった。わしは確信した。すべてが倒れたのだと。スコア表に目を戻すと、その欄にはすでに9と書かれていた。誰が書いたのかはわからない。けれど、鉛筆の跡は新しかった。わしは首をかしげて、もう一度レーンの奥を見つめた。静まり返ったレーンの奥に、ぽつりと残る影があった。一本だけ。ただ一本だけ。不思議なほどまっすぐ立っている。倒れ損ねたというより、最初からそこに残る運命だったみたいに。わしはもう一度ボールを手に取った。残された一本だけをじっと見つめる。さっきよりほんの少しだけ力を込めて投げた。転がしたボールは静かにレーンを進み、すっと横にそれた。ガーターだった。ピンは一本だけ。最初と同じ場所に変わらず立っている。完璧だと思った一投目も、狙いすました二投目も、その一本には届かなかった。スコア表の9の数字だけが、やけにくっきりと残っていた。思い通りにいかないこともある。それでも、転がり続けることに意味はある。